みんな物語シリーズが好きなんだろう。私は知ってるよ。なでこんにちは。皆さんはドンキのコラボパーカー購入できましたか？まだの方は概要欄のリンクから詳細をご確認ください。私はシノブパーカー買えたぜ。今回の動画は何でも知ってるお姉さんことガエンいずこについて徹底解説していきます。後半部分ではネタバレも含むのでご注意ください。ガエンさんみたいなお姉さんが好きな方は高評価を、物語シリーズが好きな方はチャンネル登録を忘れずにお願いいたします。ガエンいずこは物語のすべてを知っているような口ぶりで話し、その情報の範囲は過去、未来、地獄のこと、人の心の中、パラレルワールドでの出来事、その人本人しか知り得ない情報から本人すら知らないことまで全て知っているのです。一体彼女が何者なのか、その核心に迫っていきます。自分のことをガエンお姉さんと呼ぶ彼女は、怪異の専門家であり、ガエンネットワークという怪異の専門家たちで構成された巨大なネットワークの総元締めであり、そこに属さないと経済的にも精神的にも活動が困難になると言われるほど、絶大な権力を有しています。ただ、このネットワークは意図的に作り上げた組織ではなく、彼女やその後輩を中心に自然と集まったメンバーで構成されていったようです。彼女の年齢は15年前在学中に世継ぎを作ったという発言から、35から37歳付近の年齢であることが推測されますが、その見た目は10代に見えるほど若々しく、小柄の体に XL サイズの服をブカブカに着崩しており、帽子を斜めにかぶるヒップホップ前としたファッションをしています。いずこは駿河の叔母にあたる人物です。駿河の母である東映の妹であり、化け物作り専門の家系であるガエン家に属しています。彼女は個人であり、駆け落ちで家を出た姉の娘を気にかけており、暦に知恵を貸す代わりに紹介してもらうことを条件としました。しかし彼女は、駿河と初めて会う際に自身を篠の妹と偽り、暦に自身の正体を明かさないでほしいと頼んでいました。家計の事情が絡むのか、理由はわかりませんが、それが駿河のためになると言い、叔母であることは伏せたまま会うこととなりました。いずこは、駿河を野に放っておくには惜しい才能、と言っており、駿河は悪魔の手を使いこなすなど、ガエン家の血を色濃く継いでおり、怪異に対する才能を持っていることが伺えます。彼女は初対面の相手でも、さも知人かのように振る舞い、加えて自分の行動の解説を逐一挟むという変わったコミュニケーションの取り方をします。さらに、出会った人とすぐに友達になりたがり、初対面の暦をすぐに暦と呼んだり、何でも知ってるがゆえなのか、距離の詰め方が凄まじく早い。また、人の名をすべて下の名前で呼んでいるのは、お姉さんポイントがかなり高い。また、一方向的な関係を嫌い。おしのとは違う。人は助け合うことで生きているのさ。と、助け合いの精神を持つ。彼女は、私は何でも知っていると、それが自身のアイデンティティであるかのようにことあるごとに口にし、事実、もはや常軌を逸したレベルで、ありとあらゆる事象を、情報を認知している事情通である。その上本人はそのことに対して、別段不自然に思っていないどころか、なんでこんなことも知らないんだ、と言わんばかりの態度をとっており、彼女と対峙すると、説明不足に悩まされることが多々ある。実際羽川と対峙した際には、知っていることが自身の専売特許であるかのごとく、彼女に何も知らないんだね。無知の無知でムチムチみたいでいやらしいね。君は特別じゃない。と当てつけのように巨乳への嫉妬をぶつけました。目的を達成するためには、手段を選ばない一面もあり、その手段と言われるのも、反則級であることが多い。基本的に自信家だが、姉である東映にだけは何かしら恐ろしいものを感じており、駿河に対してだけは堂々と接することができずにいる。
彼女は大学生時代、一つ下の後輩である、推野、怪奇、影縫いと手織りでオカルト研究会を結成しており、その当時が私の青春時代だったと振り返っています。そしてその時の出会いこそが、今の専門家としての生き方を決定づけたようです。3人の後輩との交流は続いており、複数台の携帯を使いこなし、頻繁に連絡を取り合っています。彼女は怪奇との絶縁や、推野、影縫いの行方を気にかけるなど、後輩を可愛がっている様子が伺えます。ここからはネタバレを含むので、ご注意ください。オカケンメンバーは小野のきちゃん制作にあたり、それぞれが呪いを受けることとなりました。そして宵物語でガエンさんが頭部を担当したことが明かされ、死の物語でその呪いが全ての知識を強制的に脳内に詰め込まれることだと判明しました。つまりガエンさんは、死体人形を制作した呪いによって、何でも知ってるお姉さんになったということです。ここで気になるのは、企画立案者のガエンさんだけ、捉えようによっては、バフとも言える呪いを受けているということです。何か作為を感じずに入られませんよね。続終わり物語では、東映さんが妹は知らないを排除し、知ってるを追求したという発言がありました。それはどういうことなのか、死の物語下巻のストーリーから紐解いていきます。死の物語では、簡単に言うと、ガエンいずこの実の娘である、ガエンユドコをなでこ、怪奇、小野のきちゃんで退治しに行く物語となっています。実の娘とはいえ、実際に産んだのではなく、遠への生み出した欲望の権化であり、裏側である、レイニーデビル。そしてその影響から生まれた、暦の裏側の扇ちゃん、駿河の裏側の扇くんのような存在であり、いずこの姉へのコンプレックスが、鱗を生み出しました。鱗は、いずこが憧れの姉を手本とし、真似をしていたがいつしか、その逆が己の道であると悟り、反面教師にするようになったと言っており、己の裏側である自分の娘と距離を取り続けるために何でも知る必要があり、禁断の呪術に手を出すしかなかったと言いました。つまり、知ってるとか知らないとかどうでもいいんだよ。見てりゃ大体わかるし、理解することが大事であるという姉へのコンプレックスが、彼女を知ってることへの追求に向かわせ、その呪いを受けるために死体人形を作成したのではないでしょうか。ガエンさんは、暦を自分のチームに引き入れ、育てようとしましたが、大学在学中は絶縁する羽目になり、駿河を引き入れる計画は、怪奇に妨害され、最終的になでこを引き入れ、彼女の活躍により、鱗の呪いを解きました。彼女はやはり全知と言っても全能ではなく、手織りや影縫いを制御できず、暦の行動に振り回されています。しかし、ガエンさんは、計画はしても詳細は役者のアドリブに任せ、イレギュラーを楽しんでいるようです。結び物語では、彼女が直江津署に簡易担になる前の事象を取り締まる風雪化を試験的に導入し、暦を配属させたことや、政界に進出するのでは、という噂が囁かれていたり、とんでもない権力者であることが伺えます。以上で今回の動画は終わります。この物語の大きな出来事のほとんどに関わっており、何でも知ってるお姉さんのガエンいずこ。皆さんは彼女のことをどう思いますか？次回の動画でお会いできることを楽しみにしています。